ファストフード店のメニュー画面、空港のフライト案内、病院の医療機器、船の航行システム、これらがすべてトランプのカードほどの大きさのコンピューター1枚で動いていると言ったら驚くでしょうか。ラズベリーパイ、トランプのカードほどの大きさのコンピューターです。Linux が動き、プログラムが書け、インターネットにつながり、電子部品を直接制御できる。このボードが累計6800万台売れていて、売上の3分の2以上を企業や工場が買っています。もともとは子供にプログラミングを教えるために作られました。2012年、初代モデルの価格は$35、日本円で約5000円。開発チームが見込んでいた販売数は累計で1万台売れれば上出来。ところが発売初日に10万件の注文が殺到し、販売サイトのサーバーが落ちました。しかも買ったのはターゲットだった子どもたちではなく、大人のエンジニアやメーカーたちでした。その後ラズベリーパイは性能を上げながら製品ラインを広げ、現在では$25の小型ボードから$200のデスクトップコンピューターまでをカバーしています。教育用に作ったはずのボードがやがて世界中の工場やオフィスに入り込んでいったのです。なぜそうなったのか。この動画ではラズベリーパイの13年をたどります。話は2008年のイギリスに遡ります。ケンブリッジ大学コンピューター研究所。ここである深刻な問題が浮上していました。コンピューターサイエンス専攻への志願者数が1999年の約600人から2008年にはわずか200人に激減していたのです。1980年代のイギリスでは BBC マイクロや ZX スペクトラムといったホームコンピューターが普及していました。子どもたちはこれらの安価なマシンでプログラミングを学び、コンピューターは自分で何かを作る道具でした。しかし2000年代になると状況は一変します。コンピューターは高価で壊しにくい消費するための機器になり、子どもたちが気軽にプログラミングを試せる環境が失われていったのです。この状況を打開しようとしたのがエベン・アプトンでした。アプトンは当時を振り返り、1980年代の子どもたちは低コストでプログラム可能なマシンにアクセスできた。それらは教育用に設計されたわけではなかったが、発見のためのツールとなった。その風景が2000年代初頭までにほぼ消滅したと語っています。2006年頃からアプトンはプロトタイプの開発を始めます。最初はアットメルの小型チップを使った試作機でしたが、その後半導体大手のブロートコムとの協力を経て、後のラズベリーパイの原型が形になっていきました。2008年秋、アプトンを含む6人のメンバーがラズベリーパイファウンデーションを設立します。目的はシンプルでした。安くて壊しても惜しくないプログラミングを学べるコンピューターを作ること。2012年2月29日午前6時、初代ラズベリーパイモデル B が発売されました。販売パートナーであるエレメント14と RS コンポーネンツのウェブサイトには世界中からアクセスが殺到。両サイトとも数時間にわたってダウンしました。初代モデルのスペックは率直に言って控えめなものでした。700MHz のシングルコアプロセッサに RAM はわずか 256MB。同じ時期のスマートフォンにも劣る性能です。でも重要だったのは性能ではありません。$35という価格で Linux が動く汎用コンピューターが手に入る。しかも GPIO ピンというモーターやセンサーなどの電子部品を直接つなげる端子までついている。その事実そのものが革命的でした。蓋を開けてみれば、発売から1年で100万台、2年で250万台。当初の累計1万台という予測がどれほどずれていたかがわかります。そして予想外だったのは購入者の顔ぶれでした。ターゲットにしていた子どもたちではなく、大人のホビーストやメーカーたちが先に飛びついたのです。彼らはラズベリーパイを使ってホームサーバーを立て、気象観測ステーションを作り、レトロゲーム機に仕立て上げました。その過程でブログやフォーラムに情報が蓄積され、コミュニティが急速に成長していきます。
結果として大人たちがラズベリーパイの草の根的な普及者となり、そこから教育現場にも浸透していきました。開発者が想定していなかった順序で広がっていったのです。発売から3年、ラズベリーパイは初めてのメジャーアップデートを迎えます。2015年2月に登場した Pi2 はクワッドコアプロセッサと 1GB のラムを搭載し、マルチスレッド性能は約6倍に向上しました。価格は$35のまま。大きかったのはプロセッサの世代が上がったことです。これによりスマートフォンなどで使われている Ubuntu やマイクロソフトの Windows 10 IoT コアなど、より幅広いソフトウェアが動くようになりました。発売時、アプトンはすでに多くの企業がラズベリーパイを業務に使っており、彼らは当面 Pi1 を使い続けたいと考えていると語っています。ホビーストが職場にラズベリーパイを持ち込み、店舗のデジタル看板や業務の自動化に使い始めていたのです。2016年2月29日、ラズベリーパイの4回目の誕生日に Pi3 が発表されました。最大の変化は Wi-Fi と Bluetooth の内蔵です。それまでラズベリーパイを Wi-Fi に接続するには USB ドングルを挿す必要がありました。Pi3 ではこれが不要になり、箱を開けてすぐにネットワークにつなげられます。ちょうどこの時期、IoT、つまり物のインターネットという概念が急速に広まっていました。センサーデータの収集、スマートホーム、リモートモニタリング、いずれも無線接続が前提の用途です。Pi3 はそのニーズに直接応えた製品でした。2016年9月、累計販売台数が1000万台に到達。ラズベリーパイは教育ツールの枠を超え、産業プラットフォームとしての地位を固め始めます。2019年6月に発売された Pi4 は、ラズベリーパイ史上最大のジャンプとなりました。4つのプロセッサコアを搭載し、メモリは最大 4GB、高速な USB 3.0 にモニター2台の同時出力にも対応。初代と比べて約40倍の性能です。アプトンはこれを多くのユーザーにとって妥協のない PC と位置づけました。注目すべきは複数のラム構成を初めて用意した点です。1GB で$35、2GB で$45、4GB で$55。教育用途なら 1GB で十分ですが、開発やデスクトップ用途には 4GB が欲しい。ここでラズベリーパイは$35の教育用コンピューターから$35から始まるコンピューティングプラットフォームへと立ち位置を変えました。Pi4 の発売から約9ヶ月後、世界は新型コロナウイルスのパンデミックに直面します。リモート学習やリモートワークの需要が急増する中、ラズベリーパイは2020年2月に 2GB モデルを$35に値下げしました。初代と同じ価格で妥協のないデスクトップ PC、象徴的なマイルストーンです。同年5月には 8GB モデルも追加され、ラズベリーパイの製品レンジはさらに広がっていきます。2023年10月に登場した Pi5 は、ラズベリーパイにとって転換点となる製品です。何が変わったのか。自社設計のシリコン RP1 を搭載したことです。USB ポート、有線 LAN、GPIO ピン、カメラ接続など、ラズベリーパイが外部の機器とやり取りするための機能を一つのチップにまとめたもので、2016年から社内で開発を進めてきました。なぜ自社チップが必要だったのか。従来のラズベリーパイでは外部機器との接続処理をすべてブロードコム製のメインチップに任せていました。しかしブロードコムのチップはスマートフォン向けに設計されたもので、ラズベリーパイに必要な GPIO やカメラ接続の処理には必ずしも向いていませんでした。RP1 の開発には約$1500万、日本円で約22億円を投じています。Pi5 全体の開発費は約$2500万、約36億円。$35のコンピューターを作る会社が半導体の自社設計に数十億円を投じる。ラズベリーパイはもはや単なるボードメーカーではなく半導体企業になりつつあります。ハードウェア責任者のジェームス・アダムズは、メインチップ RP1、電源管理用チップすべてを一体で設計した。基
基板上の全てが最適化されていると語っています。Pi5 の価格は初めて$35の基準を超え、4GB モデルで$60、8GB モデルで$80となりました。$35でできる限りではなく、ユーザーが必要とする製品を適正価格で、明確な方針転換です。メインストリームのモデルが性能を上げていく一方で、ラズベリーパイは別の方向にも手を広げていきます。2015年11月に登場した Pi0 はわずか$5、サイズは 65mm×30mm、チューインガムほどの大きさです。このボードはラズベリーパイファウンデーションが発行する公式雑誌ザ・マガパイの表紙に無料で添付され、雑誌の付録にコンピューターがついてくるという前代未聞の出来事として話題になりました。$5という価格と超小型サイズにより、ウェアラブルデバイスやドローン、家電製品の内部に組み込む用途など、それまでラズベリーパイが入り込めなかった領域への道が開かれました。2021年1月、ラズベリーパイはさらに新しい領域に踏み出します。パイピコはラズベリーパイ初の自社設計チップ RP2040 を搭載した超小型ボードです。ラズベリーパイ本体が Linux で動く小さなパソコンだとすれば、ピコはもっとシンプルな電子工作の頭脳。しかも価格はチップ単体でわずか$1、ボードは$4。特徴的なのは PIO という仕組みです。通常 LED テープの制御やモニター出力などには専用の回路が必要ですが、ピコではソフトウェアの書き方次第でこれらを柔軟に切り替えられます。電子工作の世界には Arduino や ESP32 といった定番のボードがありますが、ラズベリーパイは独自のアプローチでこの市場に参入したのです。そしてもう一つ、原点回帰ともいえる製品が登場します。2020年11月の Pi400 はキーボード一体型のコンピューターです。1980年代の BBC マイクロや ZX スペクトラムを彷彿とさせるこの形は、ラズベリーパイが目指したプログラミングを学べるコンピューターの最も直感的な姿といえます。2024年には Pi500、そして2025年には Pi500 プラスが登場しました。16GB のメモリに高速 SSD を内蔵し、メカニカルキーボードを搭載。価格は$200。もはや$35の教育コンピューターではありません。でも同時に$4のピコも$15の 02W も併売されている。安さだけでなく、製品の幅広さでコンピューティングを誰でもアクセスできるものにする。これがラズベリーパイのアプローチです。ラズベリーパイの製造拠点が意外な場所にあることはあまり知られていないかもしれません。中国でも台湾でもなく、イギリス南西部のウェールズです。しかも製造しているのはソニーのイギリス工場、ソニー UK テクノロジーセンター。さまざまな家電製品やプレイステーションのメーカーとして知られるソニーですが、ウェールズの工場では1974年から50年にわたって精密電子機器を製造してきた実績があります。ラズベリーパイはその技術力と品質管理を頼り、発売からわずか数ヶ月で中国からウェールズに製造を移管しました。当初は週1万台の契約でしたが、初年度で100万台を生産するまでに急成長。これまでに6000万台以上のラズベリーパイがこの施設で作られています。ソニー UK テクノロジーセンターはラズベリーパイの設計にも影響を与えています。Pi5 の開発ではパッケージングの改善で製品全体の CO2 排出量の削減を実現しました。ちなみにソニーの工場がウェールズに来たきっかけは、1970年代に当時のチャールズ皇太子、現在のイギリス国王がソニー共同創業者の森田昭夫と会談したことだと言われています。2024年7月にはその国王自らがソニー UK テクノロジーセンターを訪問し、5000万台目のラズベリーパイ製造を祝福しました。日英の産業パートナーシップが$35のコンピューターを支えている。興味深い構図です。ラズベリーパイの産業進出を加速させた立役者がコンピュートモジュールシリーズです。2014年に登場したコンピュートモジュール1は
プロセッサー、メモリ、ストレージだけを搭載した最小構成のボードでした。メーカーはこれを自社の基板に差し込み、自分の製品に必要な機能だけを周りに配置する。つまり、ラズベリーパイの頭脳だけを取り出して自社製品に組み込めるようにしたのです。アプトンによれば、現在販売しているラズベリーパイの 60% 以上が企業が自社の製品や設備に組み込む用途に向かっています。具体例を見ていきましょう。3D プリンターを開発製造するフォームラブズはフラッグシップ機フォーム4にコンピュートモジュール4を採用しました。高解像度ディスプレイ2枚の駆動、カメラ制御、モーター制御、樹脂効果、温度調整、異常検知、これらを同時に処理する必要があり、それまで自社開発のモジュールを使っていましたが、プロセッサ業界の進化速度と開発コストを考慮してラズベリーパイへの切り替えを決断しました。採用の決め手は価格性能比、開発環境の扱いやすさ、長期供給への信頼、そしてドキュメントの充実だったといいます。NEC は2016年から40インチから98インチの業務用ディスプレイにコンピュートモジュールスロットを内蔵しています。空港のフライト情報、小売店舗のサイネージ、ファストフード店のメニューボード、外付けのコンピューターやケーブルが不要になり、設置とメンテナンスが大幅に楽になりました。オランダのアトムが開発したスマートホームハブ、ホーミープロもコンピュートモジュール4を採用しています。Wi-Fi や Bluetooth に加え、スマートホーム機器が使う複数の無線規格に対応する必要があり、これらをコンパクトな筐体に収めるため、小型コンピューターをゼロから設計する代わりにラズベリーパイを選びました。フィンランドのハットラブズはコンピュートモジュール5を防水ケースに収めた船舶用航行プラットフォームハルパイ2を製品化しました。航路計画や船舶自動化に使われています。3D プリンター、店舗のデジタル看板、スマートホーム、船の航行システム。共通しているのは採用の理由が安いからだけではないということです。試作段階で使ったものをそのまま量産に持っていける。長期にわたって安定供給される。世界中の開発者コミュニティが蓄積したソフトウェアを活用できる。この3つがスタートアップから大企業まで幅広い採用を後押ししています。ただし産業シフトは摩擦も生みました。2021年から2022年にかけての世界的な半導体不足の時期、ラズベリーパイは企業向けの供給を優先しました。個人ユーザーは正規価格での購入が難しくなり、転売価格が高騰します。アプトンは公式ブログで、コンピューターモジュールユーザーはキャリアボード設計や在庫に投資していると説明し、限られた半導体をコンピューターモジュールや Pi3B に優先配分する方針を示しました。それは難しい選択ではあるものの、従業員の仕事と生活がかかっているビジネスに配慮せざるを得ないという苦渋の判断でした。この対応に対する批判は残っていますが、供給が正常化した2023年以降、ラズベリーパイは再びホビースト市場にも力を入れています。2024年6月11日、ラズベリーパイはロンドン証券取引所に上場しました。時価総額は一時10億ドル規模に達しています。累計1万台を見込んでいた教育プロジェクトが12年で時価総額10億ドル超え、いわゆるユニコーン企業になった。しかしここには単なるサクセスストーリーでは片付けられない背景があります。そもそもラズベリーパイファウンデーションは教育慈善団体です。2012年に商業部門を設立し、製品の開発、製造、販売を担当してきました。商業部門の利益は財団に還元され、教育プログラムの資金として2024年までに累計約5000万ドル、約70億円に達しています。しかし、毎年の利益配当に依存するモデルでは、教育プログラムの計画が立てにくい。そこで株式の一部を売却し、その収益を運用基金として確保することで、教育活動を長期的かつ安定的に拡大したい。それが IPO の動機でした。
当然コミュニティからは懸念の声が上がりました。上場すれば株主利益が優先され、35ドルの価格維持や教育への姿勢が変わるのではないか。アップトンの回答はストレートでした。私がこの会社を運営している限り、やり方を変えるつもりはない。利益を上げることと意義ある仕事をすることは両立する。疑うなら見ていてほしい。実際、IPO 後10ヶ月でラズベリーパイはコンピュートモジュール5、ピコ2、パイ500など過去最多の新製品を投入しました。行動で示すというわけです。上場先としてアメリカではなくイギリスを選んだのもアプトンらしい判断です。ニューヨークのファンドマネージャーたちと会った結果、ロンドン上場企業が米国の資金にアクセスできない理由はないという結論に達した。米国が約束の地というのは神話に過ぎないと語っています。6800万台、年間700万台以上、60% 以上が産業用途。こうした数字が示しているのは、教育用コンピューターとして生まれたラズベリーパイがあらゆる製品の中に入り込む世界的なプラットフォームに成長したという事実です。自社シリコンの開発により、ラズベリーパイはボードメーカーから半導体企業へと変わりつつあります。アプトンの言葉を借りれば、私たちは買いたいと思う製品を自分たちで作る。その範囲がチップ設計にまで広がったということです。一方で、教育という創業の理念は維持されています。IPO で調達した資金は財団の基金となり、世界各地でのコードクラブ運営、教員研修、カリキュラム開発に投じられています。4ドルのピコ、15ドルの 02W、60ドルのパイ5、200ドルのパイ500プラス。価格も大きさも全く異なる製品群がコンピューティングを誰もがアクセス可能にという一つの理念でつながっています。ところで、アップトンたちが危機感を覚えたあの問題はどうなったのでしょうか。ケンブリッジ大学コンピューターサイエンス専攻への志願者数は2007年の約200人から2021年には1600人以上へと8倍に増えました。アップトン自身はラズベリーパイだけの功績とは言えないと認めています。しかし35ドルのボードが火をつけた自分の手で作るという文化がその流れの一部であることは間違いないでしょう。教育のために作られたものが産業を変え、産業で得た利益が教育に変える。この循環こそがラズベリーパイが13年かけて証明したモデルです。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったら高評価とチャンネル登録をお願いします。ファブシーンではハードウェア開発やデジタルファブリケーションの最前線を日々お届けしています。最新の記事は概要欄のリンクからファブシーンのサイトでご覧ください。それでは次の動画でお会いしましょう。